さて心臓のリズムに関する話っていうのはついに8本目の今回で最後になります。でここまでお話ししてきたことをもう私自身がもう純粋にすごいと思ってもう驚いて感動してるんですけども、それだけじゃなくてこれは知らない誰かもですけれど自分の心臓もそうなってる、そう設定されてるのはもうすごい感謝なことだなって思ってるんです。で話したことを短く振り返りますと、どれ一つなくても極端に困るんですよね。1本目に話した見当がつかないぐらいのすごい心臓の仕事量、それから2本目のもう100億個もある心筋細胞のシンクロ、それから3本目のもう胎児期早期ですよねから始まる心臓の心房と心室の間の電気的な絶縁とか、4本目のそのプルキンエ繊維っていうのの登場で、それらのおかげで特定ルートだけを電気が流れるようになっていることで、5本目は復習でしたけれど、6本目の眠ってる間も働き続けてくれる心臓の自動脳、7本目の一人時間差なしは呪い第二走者、どれもこれももうできすぎ、もうブラボーみたいなことで、偶然だとかちょっとずつ良くなってきた可能性なんてありますかっていうぐらいの特徴ばっかりでした。そっか、一言じゃないですもんね。感謝しなきゃでしょ。感謝なんですよ。でもしいや私そんな素晴らしくないしとか、いやめっちゃ不自然だけど自然現象に違いないです、感謝なんかするもんかなんて言ってる人がいたとしたら、滑稽を通り越して気の毒じゃありません？そんな人いないんじゃないですか、こういう事実を知れば。かもね。でそういえば思い出した、最後にもう一つ話したいのが心臓の心筋の組織について面白いことあるのよ。まだあるんですか？もう飽きちゃった？いや、そうじゃないんだけれども十分分かったなと思って。そうね。じゃあもう電気やリズムの関係の話もとにかくこれで最後にしますね。心室の中を電気を伝える組織がプルキンエ繊維っていう名前でした。だけどプルキンエ繊維の細胞っていうのは当然だけどその100億個もある心筋細胞一個一個に全部が届いてないわけですよ。でそうするとね、プルキンエ繊維が届いてる心筋細胞は先に動いて、届いてない細胞は遅れて動くっていう風になるよね普通。と聞くということは違うんですよね。そういえば前に寝室の中を電気が行き渡るのに 0.03 秒しかかからないっていうお話でした。察しがいいね。で 0.03 秒って記憶も正確です。でところでさ、メゾン一国っていう漫画知ってる？知りません。いつ頃の漫画ですか？だよね。実はこれ僕らの学生時代の漫画だから知ってたら怖いです。で、高橋留美子さんっていう方のすごく面白い漫画だったんです。でタイトルのメゾン一国っていうのはすごいオンボロなアパートの名前なんだけど、主人公は五代君っていうその大学生だったかの若者で、そこの住人なんですよ。漫画のテーマはその五代君と、それからアパートの管理人さんが京子さんという若い未亡人で、この2人の、プラトニックラブなんですけれど、他の住人を巻き込んだもうドタバタを描いている面白い漫画だったんですね。テーマはちょっとこの際置いといて、問題はそのメゾン一国のお部屋。実はメゾン一国のお部屋、五代君の部屋しか出ませんけれども、そこはもう壁に大穴が開いてて、もうここぞっていうところで隣の四谷さんが穴から顔を突っ込んでくるっていうのがもうお約束なんです。それでね、心筋細胞って100億個ぐらいあるわけって言われてますけれども、作りがこのメゾン一国のお部屋とそっくりなんですよ。どういうことですか？そんなこと言われると目が点になるだろうね。で実はね、心筋細胞ってもちろん細胞で核はそれぞれ持ってるし、細胞同士の壁もあることはあるんだけど、その壁が穴だらけでお互いが通なんです。なので形態的には一応独立した細胞なんだけど、もう機能的にはもう全体で一つみたいな状態になってるんですよ。だからプルキンエ繊維を流れて電気が到達したあっという間にそれがもうその辺りに広がって、全部の心筋細胞がほぼ同時に働くっていうことになってるんですね。そのおかげでものすごい勢いと量で血液を送り出せるんです。なるほど。
古筋油繊維が速いだけじゃダメなんですね。その通りで、そしてこの細胞の間の通路が、実はこれ人間の体の全ての臓器に存在するんですけれども、もうあらゆる医学書に心臓のこの穴だらけの状態っていうのはもう全く例外的だってことが書かれています。だけど、もし心筋細胞も他の組織と同じようにもうちょこちょこ穴が開いてるだけだったら、電気が伝わるのに時間かかっちゃって決して同時に収縮なんてできないんですよ。でそうすると心臓の仕事はもう残念なほどしょんぼりになるはずなんですね。そんな人いないから想像になりますけど、でつまりこのメゾン一国状態で、これねもう死活問題なんです。徐々に良くなったなんて話が、繁殖どころか生存も難しかったはずなんですよ。心筋細胞に大穴がもうあちこち開きまくるように、もう生命のほぼ最初から遺伝子にプログラムされてたっていうことじゃないと話が合わないんです。だけど心筋細胞も他の細胞も元は一つの受精卵じゃないですか。だけど受精卵から赤ちゃんに、なる過程で遺伝情報は全く追加されてないはずなんです。ってことは逆に言うと、細胞間が心臓に関しては穴だらけになるように、そういう遺伝子は最初から存在していて、これが心筋になる部分だけスイッチオンになるようにプログラムされてたというふうに考えられるわけなんです。後付けじゃありません。早い段階からもう全てこういう仕組みが揃ってたとしたら、これ自然現象なわけある？いや、そんなわけありませんよね。すごすぎますでしょ。もう人知をはるかに超える創造者がいなかったらこんなことありえないっていうことを私は思うんです。でもう一度言いますけれど、これ全てびっくりするようなメカニズムですけれど、どっかの誰かだけじゃなくて私たち自身に実現していることだと。そのおかげで生きていくことができる、そのように作っていただいたんだとしか考えにくいんだ、また作ってくださる方がいるはずなんだっていうことを知って皆さんにも喜んでいただきたいんですね。さて心臓のリズム、それから電気関係の話っていうのは今回でひとまず終わりにしようと思います。次回からは心臓の弁についてお話ししたいと思います。お楽しみにしてください。この動画でお話ししたことはどこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。